実は今からミャンマーに行きます。そう2021年にクーデターが起きてからほぼ観光客行ってないらしいんですよ。で、ネットで見ても全然情報が出てこなくて、もう自分の目で行って確かめたいなと思って、今回めちゃくちゃ念入りに準備をして、今からミャンマーに向かいます。で、飛行機乗る前なんですけど、今乗る前に剣ピッてするじゃないですか。その時も結構すごくて、まあピッてするだけじゃなくて、日本人はビザが必要なんですよ。で、ビザ見せて、それの確認プラス、あとはもうパスポートの全ページをちゃんともうスタンプ一個一個確認されて、結構びっくりしました。まだ飛行機乗ってすらないのに、乗る前にそんな確認するんだと思って。入国の時だったらわかるけど、それで5分ぐらいかかりました、全部終わるのに。びっくりです。ミャンマーに無事に入国することができました。思ってたより簡単に入国できました。飛行機乗る前の方が時間もかかったし、結構慎重にやってたから、こんなに簡単に入国できんのって結構拍子抜けしました。で、まあ当たり前なんだけど、当たり前っちゃ当たり前なんだけど、すごいびっくりしたことがあって、入国審査の時に結構並ぶじゃないですか。で、ミャンマー人専用の列、まあ国内の人のところはすごい並んでるのに、外国人の列がすっかすかで、もうピュンピュンで行けたんですよ。なんか、他の国だったら逆だけど、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、それがすごい驚きました。で、こっから、今まだ空港にいるので、空港ですね。空港にいるので、ここから市内の方に移動していきます。いろいろ楽しみです。ホステルに到着しました。で、ミャンマーの第一印象なんですけど、結構普通だなと思いました。っていうのも、公園でゆったりしてる人もたくさんいたし、あとは女の子だけで外に外出してる人もいたし、意外となんか緊張感思ったよりないかなと思います。で、なんですけど、他の東南アジアとここが違うと思ったのが、結構街が暗いなと思いました。ちょっとベランダついてるんで見せますね。よいしょ。なんかね、お店が開いてないのか何なのか、すごい暗いんですよね。まあここは路地に一本入ってきてるからっていうのもあるかもしれないけど、暗い。結構他の国は、ネオン、キラキラがいっぱい看板あったりとかしたんですけど、お店もほとんど開いてないし、街灯も少ないかなーってちょっと思いました。うん。あとは、車の中から見てて、他の国はバイクがすっごいブンブンしてた。すごいバイクの交通量が多かったんですけど、この国はほとんどバイク走ってるの見なかったです。みんな車でした。っていう違いがあったかな。でも意外と思ってたより普通でした。とりあえずご飯を食べるのにホステルの近くにあったその辺の食堂に入ってきました。で、メニュー見た感じ、1食あたり5000チャットから1万チャットぐらいです。で、ちょっとチャットっていうのがですね、レートが2種類あるんですよ。2つあって、公式のレート。これが1ドル2100チャットぐらい。で、もう1個あるのが裏レートです。裏レートだと、今日現地の人に交換してもらったのだと、私がしてもらったのだと、1ドル3800で交換してもらいました。で、倍近く差があるんですよ。だから、空港で両替するとめちゃくちゃ損します。ミャンマー来る人は気をつけてください。去年行ったアルゼンチンでもレートが2つあって、私は間違えて空港でやっちゃいました。皆さん気をつけてください。お料理が来ました。ちょっとね、よくわかんなかったんで、おすすめくださいって言って頼んだんですけど、これはね、お肉が入った野菜炒めみたいな感じです。ミャンマー料理なのかはわかりませんが、いただきます。結構、具沢山。うん、おいしい。ちょっとスパイスの効いた、スパイスっていうのは八角みたいな感じの野菜炒め。うん。美味しいです。野菜ゴロゴロいっぱい入ってて嬉しいです。ごちそうさまでした。なんでかわかんないんだけど、このレストラン働いてる人がほぼ子供です。小学生ぐらいの子もいて、びっくり。この国は子供も働いて OK なのかな、なんかルールとかないんですかね。でもみんなすごい愛想が良くてニコニコしてます。
いい感じです。Thank you。そう、今、夜の9時ぐらいなんですけど、来る前、この国は門限があって、9時以降は外に出ちゃいけないって聞いてたんですよ。でも今はそれが緩和されて、夜の0時から4時までは外に出ちゃいけないけど、それ以外は出ても良くなったみたいです。ちょっと緩和されたみたい。まあでもちょっと今日はまだ初日で全然どんな感じか街の雰囲気とかもつかめてないし治安とかもどんな感じなのかあんまり分かってないので今日はちょっととりあえずちょっと不安だからホステルに戻ります。ちょっとホステルに戻りましておやすみなさいって言おうとしてるのに暗すぎて顔が映らない。それぐらい暗いです。ちょっと明るくなる。じゃあこちらでおやすみなさい。おはようございます。2日目の朝です。ホステルから出てきてまだ数分しか歩いてないんですけど、もうすでに何人かに日本語で話しかけられました。こんにちはとか、あとどこ行くのみたいな感じで話しかけられました。もう観光客がほとんど来なくなってからしばらく経つのに結構観光客慣れしてるなと思いました。すごいフレンドリーな感じで声かけられて。まあでもホステルのレセプションのところに紙があって、両替するよって言ってくる詐欺師に注意してくださいって書いてあったんですよ。で、その人たちも、両替するよみたいな感じだったから、ちょっと警戒心を、ね、ちょっと持ちました。警戒しつつ、話したんですけど、結構フレンドリーですごい感じが良かったです。まあでも交換してないんですけど、って感じです。で、今日はちょっとお散歩しながら歩いていろいろ回りたいなと思ってます。今日はね、40度になるらしいです、気温が。結構ミャンマーは、男性とか女性とかもうみんな日傘さしてる人が多いです。あんま日本では男性は日傘ささないけど、結構この国は暑いからみんな日傘さしてます。駅に来たんですけど、この国では日本の古い車両を使ってるんですよ、鉄道。だから優先席とかもう日本語だし、日本語は結構書いてあるんです。すごい日本人の私からしたらめちゃくちゃ面白いです。これは今動いてないけど、まだ使ってるのかな？さっき実際に動いてるのもありました。見えるかな？ JR 東日本って書いてあるんだよね。連結のとこに。駅はこんな感じ。すごく面白いです。モールに行きました。ここのモールね、めっちゃ広い。めっちゃお店もある。こんな感じで、たくさんお店があります。で、ヤンゴン観光って調べると出てくるぐらい、多分有名なモールです。で、ここのモールはね、なんと私の大好きなポテトコーナーがあるんですよ。ちょっとポテトコーナー見に行こうっていうのと、一風堂もある。ちょっとね、遠いな。後で見に行こう。とにかくいろんなお店があります。ポテトコーナーどのぐらいの値段だろう？結構国によって値段違うから。ここはどうなんでしょうか？ポテトちゃんとメニューです。結構ここはメニューが豊富だな。今、ポテトコーナーで注文したんですよ。で、現金で払おうとしたら、なんかこのカードがないと買えないって言われちゃって、買えてません。ちょっと、英語全然書いてないからどうやってやるのかとかもわかんないし、どうしよう。もうポテトコーナーは諦めて、一風堂があったので、一風堂に入っちゃいました。もうね、最近ずーっとこってりしたラーメン、豚骨ラーメンが食べたかったから、日本のより安かったし、ちょっと入っちゃおうと思って、入っちゃいました。味が変わったりするのかとかちょっと気になってます。楽しみです。来ました、白丸。で、値段なんですけど、14,000チャットなので、裏レートで換算すると、600円しないぐらいです。日本だと1杯1000円ぐらいするから、かなりお得に感じます。それでは、いただきます。私、あれなんですよね。一風堂好きだけど、白丸しか食べたことないんですよ。白丸食べちゃった。いただきます。味違う。あれかな、この、ラー油なんだこれは。この浮いてる油が、ミャンマー人向けにアレンジされてるのかな。こういう感じね。
美味しい美味しい。うん。美味しい。ごちそうさまでした。若干違ったけど、めっちゃ美味しかったです。もう求めてたって感じ。もう体がね、塩分生き返りました。ごちそうさまでした。で、食べてる時に、そもそもクーラーがそんな効いてないんですよ、ここ。結構暑くて。で、しかも食べてる時に停電しました、モール。でも、まあ、すぐ復旧して、一瞬消えたぐらいだったけど、びっくりした。暑い。モールから出てきて、隣の市場を今見てます。さっきのモールは、ジャンクションシティっていう名前のモールです。で、その隣の市場。結構いろんなご飯が売ってますね。私ちょっと、食べたかったフルーツがあって、マンゴスチンっていうのがすごい食べたいんですけど、ちょっと今回ね、食べられてないので、それを探しながら歩きます。マンゴスチン。あとは、あれも食べたいな。昨日食べたやつなんだっけ名前。イガイガしてるやつ。ドリアンだ。ちょっとドリアンも食べたいんで、ドリアンとマンゴスチンをちょっと探そう。市場にはマンゴスチンもドリアンもなかったので、ちょっと移動してます。結構ね、街の雰囲気こんな感じなんだけど、お家がすごい密集してます。めっちゃ一つの建物にいっぱいお家があります。結構ね、車通りも多い。すごい密集してるの伝わるかな？こんな感じです。意外とね、ちょいちょい海外から来てそうな雰囲気の方も見かけますね。旅行客っぽい人も。なんなら今日朝ホステルでご飯食べてたら、日本人が同じホステル泊まってて、ちょっとおしゃべりしました。結構びっくりした。まさか同じホステルにみたいな感じで。まあ、いるっちゃいますね。天気が怪しくなったので、モールに逃げ込んだんですけど、案の定、すごい雨。雷も結構鳴ってます。タイミング良かった逃げ込んできて。すごいな。東南アジアって感じ。雨が止んできたので、今から歩いてパゴダに行きます。結構有名な、ヤンゴン観光地って調べると出てくるパゴダです。ちょっと降ってるな。けどだいぶ雨降ったおかげで、今日40度だったけど、そんなに暑くなくなりました。なんならちょっとたまに涼しい風が吹いて気持ちいいです。いいね。イエー。また雨降ってきちゃった。でね、幼稚園のバス、スクールバスが、日本のバスなの。ミレー幼稚園って書いてある。こっちは三つの幼稚園って書いてある。結構日本の車も走ってますね。三つ幼稚園。今もスクールバスとして使われてるっぽい。シュエダゴンパゴダ、見えてきました。めちゃくちゃ立派。金ピカです。周りはこんな感じ。じゃあ、ちょっとね、入場料がどのぐらいなのかちょっとわからないんですよ。8ドルって書いてあったんだけど、どうなんだろうか。チャットで払えるのかどうかです。どうなんでしょう。とりあえず近づいていきます。ドゥルン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 。ドゥルン。中入ったら参道だと思うんですけど、ここ結構立派です。すごく立派。で、多分この先行ったら本堂があるんだと思います。とりあえずまだ今は入場料も何も払ってないです。でもちょっとね、お着替えした。ズボン見えるかな見えないか。後で映します。可愛いズボン買ったんですよ、実は。ラオスで。これを履いております、今。中に入ってきました。で、結局、2万チャットでした。2万チャットと、あとここに入場の印です。めちゃくちゃ綺麗。本当に豪華。金ピカと、周りにもたくさん塔が並んでます。めちゃくちゃ豪華。すごい静かで落ち着いた感じの空気が流れてます。マイクで音拾えてるかわかんないんですけど、塔の上にキラキラの風鈴みたいなのがついてて、めちゃくちゃいい音がずっと聞こえて、すごい心地いいです。本当に綺麗。
リン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 って。でもね、カラスがすごい多い、なぜか。いっぱいいます、カラス。ちょっとさっきまで風鈴の音で音が変になってました。すみません、マイク今設定変えました。で、今、ライトアップを待ってるんですけど、もうすでにめちゃくちゃ綺麗。こんな感じ。すごく綺麗。ライトアップで照らされてより輝いています。人もかなり増えました。結構人数来てます。すごい。で、さっき歩いてたら「こんにちは」って言って話しかけられて、で話してたんですけど、そのこと。そしたら1年間東京に留学してたって子ですごい話せてよかったです。 LINE も交換しました。ライトアップめちゃくちゃ綺麗でした。ちょっとね、マイクの設定変えてもちゃんと音が拾えなくて、ずっとリン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 ってなってるから、そっちに反応しちゃってちょっとうまく撮れなかったので、 B ロールでライトアップはお送りします。どうぞ。もうね、めちゃくちゃ綺麗だった。昼間のライトアップないのもすっごい綺麗だったんだけど、もうね、彫刻もすごい細かくて綺麗だったんだけど、夜もすごい良かった。夜は特に真ん中の金の塔がかなり輝いていて、とても綺麗でした。もうずっと見てられる。何時間ぐらいいたんだろう、結局。あとね、夜になった方が人が増えましたね、かなり。やっぱライトアップみんな家族とかカップルとかで見に来るみたいで、すごい人が多かったです。ここもすごいな。こうやって見るとすごい豪邸みたい。こんな感じです。で、こっからさっき日本語話せる子、留学してましたよって子に LINE でおすすめのご飯聞いたんで、そのお店に行きます。GO!せっかくお店教えてもらったけど、2カ所行ったけど、両方空いてなくて、入れなかったので、ちょっとホステルの近くにあったインド料理屋さんでご飯を今から食べます。めっちゃなんか、大きいね。これなんだっけな。ドーサっていうので、チキンにしました。チキンとドーサ。トマト、ポテト、ココナッツらしいです。いただきます。めっちゃ大きい。あと、ダルって言ってたかなこれは。いただきます。うんうんうん。なんかクレープの生地みたい。これ初めて食べた。いつも何ばっかカレーと一緒に食べちゃうから初めて。うんうんで、教えてもらったお店にはまたヤンゴンに帰ってきた時に行こうと思ってます。ここもインド料理屋さんなんですけど、結構インド料理屋さん多いです。で、ミャンマー来て思ったのが、すごいインド系の方が多いなって印象をすごい受けてます。めっちゃ美味しい、これ。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかった。美味しくて、三角のクレープみたいなやつ、ドーサっていうみたいなんですけど、あれがドーサらしいんですけど、ドーサおかわりしちゃいました。で、おかわりしたら、なんとカレーもっと食べなーって入れてくれたんですよ。で、しかもめっちゃ安かった。美味しくて安いって最高ですよね。また明日ねって言われたけど、明日、朝早いんですよ。バスで次の街に移動しちゃうので。ちょっとまた食べたいな、でも。めっちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。2日目終了しました。で、今日昼間歩いた感想なんですけど、本当に普通だなと思いました。ミャンマーの人たちもみんな笑顔ですごい明るくて、雰囲気もいいし、ピリピリ感あんまり感じなかったです。まあ、でもやっぱり夜はめちゃくちゃ暗いです。で、あと前の門限が21時だったっていうのもあるのかわかんないんですけど、ご飯屋さん探すのにすごいどこも閉まってて、探すのが本当に大変でした。暗いし空いてないしみたいな感じで結構大変でした。でも今日も一日楽しかったです。じゃあ明日朝早いので、ちょっとバスに乗るのに、バス停まで移動するのにすごい時間かかるので、今日は早く寝ます。おやすみなさい。おはようございます。3日目です。今日はバスに乗って首都のネピドーに行きます。で、バス停はね、こんな感じですごい雑多な感じです。ガヤガヤしてる。でも、レッドブルも配ってます。もらってないけど。で、さっきもう行っちゃったんだけど、
ワンピースのラッピングとか、ナルトのラッピングしてるバスもありました。めっちゃびっくりした。お、ナルトじゃんってなりました。結構テンション上がった。じゃあとりあえずここから6時間ぐらいバスに乗って首都に移動します。今日も楽しんでいきます。バスに乗りました。まだ意外とね、結構スカスカです。前の方にはちょいちょい乗ってる人もいるんですけど、カーテン閉まってて外の景色は見えない。ヤンゴンから4時間走ってきて、今トイレ兼お昼ご飯休憩です。でね、謎なんだけど、遊園地みたいなのとか、動物園もあります。あと、フォトスポットもあって、お手洗いもあります。とりあえず私はお手洗いに行って、ポテチをたくさん買いました。ポテチを食べています。あともうちょっと乗ったら着きます。ちょっとバスの時間勘違いしてて、6時間って言ったんですけど、7時間かかりました。で、7時間かかって、ネピドーに到着しました。で、ネピドー入るとき、結構緊張感あって、ミャンマー来て初めて結構心臓バクバクしました。っていうのも、入国の時と同じ感じで、入国審査みたいな感じで、審査、登録があって、で、結構いかつい銃を持った方が見張ってて、すごいドキドキな感じだった。でね、バスの人に、ここのホテルで降りたいですって言ってたのが、ちゃんと伝わってなかったみたいで、違うホテルの前で降ろされちゃって、今ね、この道を歩いてます。で、しかもこれ4車線なんですよ。あっち側も、こっち側も4車線なのに、車が全然通ってないっていうすごく異様な光景です。こんなに広い道路って普通やっぱ、ビュンビュン車通るじゃないですか。全然通ってない。すごいなんか、異様な光景です。で、こっから1時間歩いて、泊まる予定のホテルに向かいます。結構緊張したな、ほんと、ネピドー入るとき。そういえば、バスの中でも面白い出来事があって、なんと、たまたま隣に座ってた方が日本語話せる方だったんですよ。っていうのも、なんか添乗員さんが全員に何かを聞いて回ってたんですけど、言葉がわからなくて、全然何言ってるのかわからなかったんですよ。で、たまたま隣の、なんかおばあちゃんとお孫さんみたいな二人組で、おばあちゃんの方がすごいニコニコ見てくれたから、翻訳で、これって今何聞かれたんですかみたいな感じで見せたら、そのお孫さんの方が、お名前ですって。え、お名前みたいな。日本語わかるんですかって言ったら、今勉強中でって言ってました。で、何かあるたびにすごいいろいろ今これやってますよみたいな感じで教えてくれて、すっごい優しかったし、もうめちゃくちゃ心強かったです。ありがとうございました。で、あとはなんでかわかんないけど、斜め前に座ってた女性がパパイヤ食べてたんですよ。なんかわかんないけど目あって、そしたらパパイヤくれて、一緒に食べました。楽しかったです。なんかそういうバスの中とかでも出会いがあるのがすごい楽しい旅の醍醐味ですよね。すごい素敵なご縁でした。あともうちょっと歩いたらホテルに着くはずなので頑張ります。無事にホテルに到着しました。で、ネピドー全然ホテルがなくて、一番安いホテルの一番安い部屋を取ったんですけど、こんな感じです。めっちゃね、広い。広いし、豪華。ちょっと贅沢ですね。で、ここまで来るのも、ネピドーなんとグラブないんですよ。グラブないんで、もう1時間ちゃんともうしっかり歩いて、バテバテでここに到着しました。で、途中でなんか心配した二人組のバイク乗ってる方が声かけてくれて、どこ行くのみたいな、大丈夫みたいな感じで声かけてくれたんですよ。で、もう後ろに乗ってた男の子が降りてくれたんですよ。乗りなみたいな感じで。でも申し訳なさすぎて、っていうのも車線が分かれてるから、中央分離帯があるんで、それを越えないといけないんですよ。だから申し訳ないと思って、大丈夫だよって言って、ありがとうって言って去ったんですけど、やっぱ本当にめちゃくちゃみんな優しいです。本当にありがたい。で、ちょっとこの辺周りね、全然、ネピドーってゴーストタウンで、あんまり観光客来ないらしいんですよ。で、ご飯屋さんもないので、ちょっとホテルのご飯屋さん、レストランに今から行きます。じゃじゃーん。ほんとね、全然
他の人泊まってないんじゃないかってぐらい人がいません。とりあえずレストランまで向かっていきます。レストランに来ました。他にお客さんがいなくてめちゃくちゃ静かです。シーンってしてます。あとは多分来る人が少ないからか欠品してるものが多くて、飲みたかったジュースとか頼んだらないっていうのは結構ありました。でも今から美味しそうなボロネーゼを食べます。いただきます。めっちゃ美味しそう。もうね、カツンってやるだけでめちゃくちゃ音が響くので静かにいただきます。うん、うん、美味しい。麺めっちゃもちもちで美味しいです。いっぱい食べよう。夜ご飯食べてきました。で、さっき説明し忘れちゃったんですけど、この部屋一泊、裏レートで換算すると日本円で4000円ぐらいです。めっちゃ安いですよね、このクオリティで。で、あとさっき食べたボロネーゼは600円ぐらいです。めちゃくちゃコスパよく感じます。で、ちょっと今ね、結構心臓バクバクで、っていうのも明日ここの首都からバスに乗ってバガンっていう地域まで移動しようと思ってたんですけど、バスがないんですよ。てか今レセプションに確認したらもう全然何も教えてもらえなくて、結構不親切な感じで、正直言うと。で、調べても出てこないし、明日どうなるのかなって結構不安です。そんな中眠りにつきます。どうなるんだろう。おやすみなさい。おはようございます。なんと今日の朝のスタッフさんはすっごいいい人で、親切にいろいろバスを調べてくれました。で、そしたらなんと11時にバスがあることが分かりました。ね、1日に2本しかないみたいで、朝の7時か11時しかないみたいで、もう時間が全然ないです。今ね、朝の8時45分ですね。で、11時まで時間があるので、それまでサクッとネピドを観光します。結構ね、せかせかしてます。で、今からタクシーしか移動手段ないんで、タクシー呼んでもらって、ネピドの観光をして、バス停に行って、バガンへ移動します。よかった、本当によかった。会ってよかったです。では行きましょう。パゴダに来ました。ここはシュエダゴンパゴダに比べて圧倒的に人が少ないです。もう全然いない。工事の人とかはいるけど、ほとんど観光の人はほとんどいません。で、今ここ中入れるんですよ。で、中入ってきたんですけど、かなり静かでした。中にいる人たちはお祈りしたりとか、あとは写真撮ったりとか、おのおの時間を過ごしてました。で、天井がめちゃくちゃ豪華、めちゃくちゃキラキラしてた。すごく立派なパゴダです。で、正直シュエダゴンパゴダと似たような感じだから来なくてもいいかなとか思っちゃってたんですよ。本当に来てよかった。めちゃくちゃ来る価値があります。めちゃくちゃ綺麗。そして人が全然いないから本当に自由に見られて嬉しい。ゆったりしてる感じですごくいいです。あとここでは入り口でロンジーを貸してくれます。映ってるかな。めっちゃ雰囲気あって可愛い。すごい入り口の人も親切ですごい良かった。で、時間もあんまりないのでちょっとサクサク回っていきます。あの後国会議事堂にも行ってもらいました。で、その前が20車線道路になってるんですよ。でも柵も張られててかなりピリピリしたムードになってました。で、なんかタクシー運転手の人が言うには先月ドローンの攻撃があったみたいで、それで厳戒態勢になってるのかなって感じです。すっごいピリピリしてた。で、動画も撮れる雰囲気じゃなかったので写真しか撮れてないんですけど、20車線の道路あるのに誰も通ってないってすごい異様な光景ですよね。なんかネットの記事で見たんですけど、緊急時に飛行機の滑走路として使うみたいで、それで20車線の道路になってるらしいです。で、今ネピドからバガンまで移動するのにバンに乗ってます。ちょっと今謎に30分ぐらい待ってねって言われて、ここで休憩してます。そう、チケット手書きで書いてもらったんだけど、名前がツーリストになってる、英語で手書きのチケット、これに乗ってバガンまで行きます。なんだかんだも
6時間近くバンに乗ってて、で、まあ、あと2時間ぐらいで多分バガンに着くと思います。それで今、途中の休憩中です。ご飯食べてる人もいれば、お手洗い行ったり、スナック食べたりっていう感じです。で今回のバンも、ちょっとね、バンの上ね、すごい荷物乗ってるんですよ。見えるかな？このね、結構荷物をバンの上に積んでて、その積み込みが結構時間かかってて、長く感じます。とりあえずポテチ買ったので、ポテチ食べます。ポテチ、味は普通の塩味のポテチなんだけど、この袋に入ってるの面白い。ここなんか溶かしてつけただけみたいな袋に入ってます。でも普通に美味しい。うん。で、昨日のバスもそうだし、今日のバスも水がもらえる。これ嬉しい、結構。他の国あんまもらえなかったから結構嬉しいです。バガンに到着しました。停電しています。こんなライトをもらいました。なんか Google レビューにも書いてあったんですけど、停電するらしくて、で、いつ復旧するかもわからないらしいんですよ。で、このライトをもらいました。こんな体験初めてです。今、ホテルにいるのにこんなに真っ暗。ちょっとさすがに暗すぎるので外に出ます。そうで、結局、まだ暗いですね。結局、バスには8時間近く乗ってました。で、最初は景色すごい楽しんでたんですけど、もうずーっと割と同じ景色で途中で見るのやめちゃいました。で、バスで、ラオスの電車乗った時と同じ感じで、少年と仲良くなって隣に座ってた18歳の子、仲良くなって、で、モヒンガーっていう料理をお勧めしてもらったので、ちょっとミャンマー帰るまでに食べたいと思います。ちょっと今からこの辺散策して夜ご飯を食べます。街中に出てきたんですけど、街中も結構暗いです。まあ、こうやって電気つけてるお店もあるんですけど、このお店たちはみんな発電機で電気をちょっとつけてるっぽくて、あとは車とバイクの光で明るくなってる感じです。本当光がないところは本当に光がない。で、発電機で電気つけてるから、結構、その電気ピカピカのお店の近く通ると、ボワ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 ってすごい音がします。結構ね、ヤンゴンのモールでも何度も停電したし、この街もそうだし、電気不足が深刻なのかもしれないですね。聞こえるかなこのボー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 って音。発電機の音。でも、電気ないなりにすごい活気はあって、雰囲気は楽しいです。レストランに入ったら、なんと、うちわを出してくれました。なんかアイドルうちわみたい。で、結構ね、他の国だと扇風機をカチッとつけてくれたりしてたんですけど、ここには扇風機がまずありません。多分、電力不足の影響だと思います。面白い。こんな感じです、裏面は。お料理が来ました。いただきます。なんだこれは。あれ卵か。ちょっと、箸出してくれたから箸使おう。フォーク食べにくい。うん。焼きそばみたいな感じです、これは。フライドヌードルを頼みました。夜ご飯の後に甘いものが欲しくなって、タピオカ飲んでます。チョコレートミルクティー味、これ100円です。裏レートで換算すると。かなり美味しい。100円のクオリティじゃないです。乾杯。
ホテルに戻ってきたら、スタッフの方が入り口で待っててくれていて、で、入るときに発電機を回してくれたので、電気がつきました。今日、ネピドを観光してみて、すごく思ったのが、かなり広いのに、人がほとんどいないのが印象に残っています。ホテルも観光地も道路もかなり広いのに、人も車もほとんどいなくて、寂しくて異様な雰囲気をすごく感じました。でも治安が悪いなと感じるところは少なくとも私はあまりありませんでした。緊張感が漂う場面は何度か遭遇して、警察の車両がたくさん止まっているところがあったり、機関銃を持った軍の人が至るところにいたり、あとはネピドーから出る時も検問所がいくつかあって荷物やあとは身分証の確認をされたりしました。で、さっき着いたバガンは対照的にかなり人も多くて活気がある印象を受けたので、明日の散策が楽しみです。今日は寝ます。おやすみなさい。おはようございます。今日はスクーターを借りて街を散策しようと思ったら、なんと遺跡がね、ホテルから出てちょっとしか経ってないのにたくさん見えました。で、ちょっと大きめのがあったんで入ってみました。これのちっちゃい版みたいなのがめちゃくちゃあります。ちょっと走ってるだけなのにもうすでに何個も見かけました。そして今日も暑い。肌が痛いぜ。おー。あと、昨日の夜は発電機がもう12時頃に消されて、エアコンがない中寝て、めちゃくちゃ暑くて全然眠れませんでした。でもオーナーはすごくいい人です。こういうところをたくさん散策していきます。さっきのところからまた数分進んできた遺跡群に入ってみました。遺跡、遺跡、遺跡、遺跡。どこもかしこも遺跡です。で、バガンは世界遺産に登録されています。もうね、ちょっと進むだけで本当に遺跡がたくさん出てきます。あっちにも見えるし、あっちにも見える。で、これ全部入ってたらキリがないので、ちょっと今日は有名どころを中心に回りたいなと思います。本当にね、見渡す限り自然と遺跡。この雰囲気めっちゃ好き。いいな。綺麗。世界遺産なのに本当に観光客が全然いないからガヤガヤもしてないし、ゆったり回ることができます。すごく新鮮な感じ。今まで結構観光客が多いとこにいたから全然観光客がいません。マークしていたお寺に到着しました。ここです。すごい大きい。一番上は金ピカになってます。で、ここは1150年にできたみたいで、かなり歴史があります。すごい。おお、なんか、何の音だ？トカゲかな？こっちも、こっちも遺跡。で、そう、めっちゃ不思議なんだけど、この遺跡群のところ、そんなに観光客がいないのに、なぜかお土産屋さんがすごいいっぱい出てるんですよ。この見えるかな？ここのテントのところ全部お洋服屋さんか、この辺は。お洋服とかお土産売ってて、誰が買うんだろうな。どういうターゲットなんですかね。本当に人が少ないのに、誰向けに売ってるのかすごく不思議です。じゃじゃーん。次のお寺に到着しました。ここも1170年ぐらいにできたみたいです。ピラミッドみたいな形。で、ここ入りたかったんですけど、パゴダって裸足で入らないといけなくて、で、ここ灼熱すぎて歩けません、私。本当に暑くて歩けない。だから入れません。もうね、この芝生すら暑い。この今日陰にいるんだけど、ここに足を出すともう暑すぎて入れません。入ってみたかったけど、ここから見ます。すごいな、現地の方結構入っててびっくりだ。足の裏強いのかな、やっぱ慣れるのかな、暑さに。すごいな。とても立派です。
で、ここの周りにもお土産屋さんがたくさんあります。で、ミャンマーの方って結構みんな顔に黄色いペーストを塗ってるんですけど、それが、田中っていう木らしいです。日本の方からしたら田中ってちょっとふふって思うと思うんですけど、田中です。ね、田中塗る効果としては美白効果とか、あとは日焼け止めの効果、あと毛穴をきれいに保つとか、いろいろ効果があるらしいです。こっちの人でいうお化粧かな。田中ちょっと今欲しいんですよ、私。田中顔に塗ってみたい。ちょっとスーパーで探してみよう。暑すぎてバテちゃったのでお店に入ったんですけど、かなり素敵な場所です。川が、すごく広い川が見える。船もある。すごい雰囲気好き、ここ。で、なんかアジアっていうのを飲んでます。これ美味しいライチ。中にナタデココみたいなのも入ってます。うん、本当に贅沢な時間だ。自然が豊かなので、椅子の下にカラフルなトカゲもいました。ちょっとね、GoPro だとね、映んないかな。さっき動画撮ったので、バッチリ映ってます。でもあれちょっとこっち来たら怖いな。結構動きが早いです。あとこうやってうなずいてた。絞りたてのサトウキビジュースも頼んでみました。めっちゃ甘くて美味しい。中に柑橘系のフルーツも入れてくれたので、ちょっとさっぱりしてて、でもめちゃくちゃ甘くて美味しい。日が傾いてきたので、日没を見に展望台に来ました。もうめちゃくちゃ綺麗。すごい。やっぱり上から見ても遺跡が数多くあります。そして他にお客さんが一組しかいないので、景色を独り占めしてる気分です。本当に綺麗。はあ、すごいな。で、ここの入場料は1人12,500チャットです。裏レートで計算すると500円ぐらいです。なんかね、リゾートもあります、ここ。はあ、すごい。で、ここも今節電中なので、人が来るとエレベーターで登るんですけど、エレベーターの電気をつけてくれます。それまでエレベーター動かない。節電です。はあ、綺麗。登るときは発電機回してくれて、エレベーターで12階まで登ったんですけど、今もう降りるときには最終便が終わっちゃったようで、電気が消えていてエレベーター使えないので、12階分今から階段を降りていきます。でもね、景色めっちゃ綺麗だから全然苦じゃない。楽しい。なんならちょっと階段でよかったかもって思っちゃってます。風がね、強いけどね。ふぅ。めっちゃ綺麗だな。はあ、逆に階段という選択肢があってよかったです。楽しんで降りていきます。外の階段が終わって今から中に入ります。真っ暗だ。停電しているから。なんかでも前は賑わってたのかな。廃墟ですね、完全に。ちょっと怖いな、暗くて。下の階段も暗。今観光客来ないから本当ここも昔は賑わってたのかもしれないけど、今は廃墟です。本当に暗。怖いな。とりあえず早く出口まで急ごう。無事に下に降りてきました。外から見ると塔はこんな感じです。結構高い。じゃあここからまた町に戻ります。夜ご飯を食べてホテルに戻ってきました。今日は屋台でご飯を食べたんですけど、なんか薪で火を起こして、その上に
鍋みたいなのをたくさん置いてるところがあって、鍋料理かなと思っておすすめお願いしますって言ったら、なぜか卵とポテチを出されて、じゃあお願いしますって言ったら、卵の上にポテチを乗せて焼いたものが出てきて、それが結構なんかポテチが乗ったパンケーキみたいな感じで意外と美味しかったです。で、雰囲気もやっぱり目の前で焼いてくれるから見てても楽しいし、すごいいい夜ご飯になりました。お店の人もすごい優しかったです。で、なんと今日は明かりがついてるんですよ。で、発電機の音もしないので、これ停電が治って電気がついてます。もうね、本当に昨日の夜はもう暑すぎて本当に眠れなかったから、今日はこのまま停電にならないでほしいです。エアコンありで寝たいです。切実な願いです。じゃあ今日は明日ちょっと移動で朝早いので、今日は寝ます。おやすみなさい。おはようございます。今日は朝早起きしてこのバスに乗ってマンダレーに向かいます。5時間ぐらい今日は移動します。バスに乗って。まだね、車内は全然人がいません。朝早いからね。で、ホテルにピックアップバス来てもらって、そこからこのバス停まで移動してきたんですけど、やっぱり遺跡がたくさんあったり、あとは観光用の馬車のお馬さんたちがたくさんいたり、すごい見ていて楽しかったです。やっぱり景色がかなりいいです。バガンは楽しいです。マンダレーに到着しました。で、昨日もバガン実はグラブなくて、でバス停着いた瞬間にめちゃくちゃタクシーの人に声かけられたんですよ。で、そのタクシーの人が言うには、外国人はトゥクトゥク乗れないから、もうこれに乗るしか市内に行く方法はないみたいな感じで言われて、昨日はタクシーに乗ったんですけど、なんとマンダレーグラブあります。なので今日はちょっとグラブを呼んで市内の方に移動していきます。結構ね、5時間あっという間に感じました。アニメ見せたから。じゃあちょっと移動します。今ホテルに荷物置いてきて、お昼ご飯のところまで、レストランまで歩いてるんですけど、めちゃくちゃ暑い。本当にやばい。今日は40度です。今日はっていうかもう今日も40度ですって感じですね。暑い。マジで暑い。お昼ご飯にミーシェっていう麺を食べてきました。ちょっとスパイシーでピリッてするけど、めっちゃ味付け好みでした。美味しかったです。で、さっき言い忘れちゃったんですけど、この街も停電してます。ちょっとね、第2の都市だから、さすがに停電してないだろうって思って期待してきたんですけど、今日も発電機を夜使って電気をつけるみたいなので、発電機を切る時間があります。その時間帯はエアコンがつきません、今日も。暑い。結構本当に、なんでだろう。なんでかわかんないけど、今日すごい暑く感じます。エアコンついてくれ。今、トゥクトゥクに乗って、ウーベイン橋に向かってます。ウーベイン橋は全長 1.2 キロの橋で、木造の橋としては世界で一番長いらしいです。で、ちょうど今夕方でもうちょっとで日が暮れるから夕日も見れたらいいな。ウーベイン橋に到着。結構長い。そして観光の人もたくさんいます。楽しみ。どんな感じで見えるんだろう、景色。橋の入り口。こんな感じで結構ちゃんと下が見えます。ちょっとね、ガタガタする。木だからね。そしてね、結構人が多いです、やっぱ。他の観光地全然人いなかったのに、ここすごいな。めっちゃ人多い。最初は入った時はそんなに怖くなかったんだけど、結構隙間がちゃんとあって下が見えるから、すごい怖くなってきちゃった。あんま下見たくないな。あとここめちゃくちゃ汚い。めっちゃゴミが。右も、左あんまないな。ポイ捨てが本当に多いです。途中でゴミ箱ちょっと置いてあるとこあるんですけど、結構みんな捨ててて、すごい嫌です。みんなゴミはゴミ箱に捨てましょう。怖い。遠目で見ると綺麗だけど、下を見ると結構ゴミが散らかってます。
無事に渡り切ることができました。結構長かった、思ってたより。でも落っこちたりしなくてよかったです。で、あんまりこっち側、賑わってないな。反対側の方がいろいろあったからちょっと戻ろっかな、あっち側に。グラブで市内の方まで戻ってきました。で、ちょっと事件があって、グラブ使った時にヤンゴンでは強制的に現金払いに変わってたんですよ。で、なのになぜかマンダレーに着いたらクレジットカード払いになってて、で、私もそれに気がついてなくて、クレジットカードでも払ってるのに、現金でも支払ってて、二重で払ってました。もうやってしまった。運転手の人も何も気がついてなかったのか、何も言ってくれなかったから、気がついてとりあえずよかったです。で、夜ご飯食べようと思って外に出るときに、ホテルのスタッフの人から、治安が悪いから携帯しまって歩いた方がいいって言われて、で、その人曰く、ヤンゴンよりもこっちの方が治安が悪いらしいです。で、ちょっとそれ聞いてビビって全然動画撮れてませんでした。今、ホテルの屋上にいます。ちょっとね、怖かったです。で、夜ご飯のレストランで、なんと、日本語を勉強してるスタッフの方がいて、で、最初ちょっといろいろ話してて、で、お会計の時にその方がまた担当で来てくれて、で、その時に、ご飯を私がご馳走しますって言ってくださって、でも本当にもう申し訳ないからさすがに払わせてくださいって何回もやり取りしたんだけど、ご馳走になりました。本当に、日本人ってだけで、こんなによくしていただいて。で、そのお姉さんも日本に来る予定があるみたいなので、今度は私がご飯ご馳走するからということで、ご飯の約束をしました。楽しみです。本当にミャンマーの人みんな優しい。本当にありがとうございます。ゼズバ。おはようございます。実は一昨日バガンで田中を買ったんですよ。でも使い方がわからなくて、さっきホテルのフロントのお姉さんに聞いたら、なんとやってくれました。で、しかも葉っぱ型。めっちゃ可愛い。結構観光地でこれやってる人多かったから嬉しいな。やってもらって。で、やり方教えてもらったので、次からは自分で田中塗ってみます。今、マンダレーからヤンゴンに行くバスのチケットを買ってきました。で、結構ミャンマーでは外国人が乗れないバスが多いです。だから選択肢はかなり減るんですけど、今回買えたのが27,000チャット。日本円だと1000円ちょっとのチケットを買うことができました。明日はほぼ移動です。8時間ちょっとかかるみたいです。まあ、飛行機で行くと1時間ちょっとだけど、25,000円って出てきたんで、バスで行きます。で、今、外ちょっと歩いてるんですけど、昼間は安全らしいので動画撮影してます。今日もとても暑い。昨日食べたお昼ご飯が結構美味しかったので、今日も今からお昼ご飯で食べに行きます。停電してるし、基本道路に信号がないので、自分で見て渡っていきます。外歩いてて、本当に暑すぎて、お店に入りました。で、今の気温見てみたら、44度あります。体感は50度って書いてあった。暑い。で、これはストロベリーミルクシェイクなんですけど、めっちゃチュッパチャップスのいちごミルク味がします。めっちゃ甘くて美味しいです。で、ミャンマーのお茶ができるようなお店に入ると、温かいお茶がポットでもらえるんですよ。暑いけど、いい感じ。あったかいお茶飲むのも。で、卓上にライターも一緒に置いてあります。あったかいお茶とライター。みんなタバコ吸うのに置いてあります。そういえば、ミャンマーの道には、たくさん血痕みたいなのが道路についてるんですよ。で、これ、ベテルナッツっていう、木の実を葉っぱでくるんで、それを噛むっていう嗜好品らしくて、それを噛むと唾液が赤くなるので、みんなペッてするんですけど、血痕に見えます。で、それが結構な数、いろんなところ道路にペッ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 ってみんなするので、たくさん赤いのが地面にあります。ちょっと最初見たときめちゃくちゃびっくりしました。
コーヒーとか、あとタバコみたいに頭がスッキリするらしいです。やってないんで私はちょっとわかんないんですけど、スッキリするらしいです。お寺に来ました。このお寺は1878年にできたらしいです。木造でできているんですけど、彫刻がすごい。めちゃくちゃ繊細です。そんな昔に作られたとは思えないぐらい、とても細かい。上もすごい。すごすぎる。中に入ってみます。よいしょ。中もすごいな。めちゃくちゃ綺麗。本当に細かい。こんな綺麗な状態で残ってるのすごいな。びっくり。そして今日もロンジーを借りました。このロンジーは2000チャットで借りました。今日ちょっと長ズボンを持ってくるのを忘れてしまって。よいしょ。すごい。ちなみに入場料は1人15000チャットです。すごい。あんま外見ずに入ってしまったんだけど、外から見てもすごい。本当に彫刻が細かい、一つ一つ。建物自体はそんなに大きくはないんだけど、本当に見応えがあります。とても綺麗。おはようございます。今日はバスに乗ってマンダレーからヤンゴンに帰ります。で、昨日はあの後本当に暑すぎてバテちゃって全然動画撮れてませんでした。で、マンダレー第2の都市だったんですけど、夜なんとなく外見てみたら真っ暗で本当に。で、11時頃にこの動画撮ったんですけど、本当に人が全然歩いてませんでした。真っ暗だし人も歩いてなくて、もう道路のど真ん中犬だけ歩いてました。すごい第2の都市なのに違和感がすごくて不思議な光景でした。で、今お昼休憩中でバスの移動でもう2時間ぐらい来たので、あと残り6時間バス移動頑張ります。ヤンゴンに帰ってきました。で、移動中のバスでちょっと怖いことがあって、検問所を通るときに何も考えずに携帯いじったんですけど、そしたらバスの中に軍人さんが乗ってきて、なんでお前携帯いじってるんだみたいな感じで携帯没収されて、で、どうやら携帯をいじっちゃいけないエリアだったみたいなんですよ。で、それ私知らなくて、周りの方が外国人でこの子伝わってなかったからっていうので説明してくれて、携帯帰ってきました。よかったです。結構ピリピリした感じでちょっと怖かったです。で、明日もうミャンマー最終日なんですけど、夕方の便なので明日はお土産買ったりとかしたいと思います。おやすみなさい。おはようございます。最終日です。で、昨日言った通り今日はお土産探しをしてて市場に来たんですけど、魚とかお肉とか野菜とかばっかでちょっと持ち帰れるものがないです、ここには。ちょっとモール行って探してみようかな。そういえばこの田中は今日は自分で塗ってみました。ちょっとうまくできてんのか全然できてないのかわかんないけど、とりあえず塗ってみた。鼻とほっぺに。なんかね、私汗っかきだから、今日はちょっと汗が止まらなくて、田中がうまく塗れなかったんですよ、ドロドロで。まあでもいい感じに固まった気がする。オッケー。やっぱりモール見てきたんですけど、欲しいものがなくて、今向かいにある市場に来てます。で、この市場に来る途中にお兄さんに日本語で話しかけられて、ちょっと警戒してたんですけど、すごい普通にいい人で、っていうのもここの市場結構日本語で話しかけてきて高い金額で買わせようとする人が多いから危ないから気をつけてねっていうのを教えてくれました。その人のお兄さんが日本に住んでるらしくて、日本語と英語交えていろいろ教えてくれた。すごいありがたい、そういうの。ありがとうございます。結構いろんなお店があるけど、ここ今通ってるところはジュエリー屋さんが多いな。ロンジーとかも買えたらいいなと思ってたけど、ちょっと見てみます。とりあえず。
無事にお土産を購入して、今からバスで空港に行こうと思ってるんですけど、なんかエアポートって書いてあるの結構ボロボロで本当にこれで合ってるのかわかりません。ちょっと不安です。今もうエアポート行きのバスだと思って、ネットの情報だと赤と白のバスって書いてあって、それに乗ろうとしたらエアポート違うって言われて、結構不安です。でも無事に着くことを願います。本当に怖い。で、バスだと500チャットで空港まで行けます。いくらぐらいかっていうと日本円で20円です。超安い。本当に不安です。とりあえず待ちます。無事に空港に到着しました。で、結局さっき並んでたバス停に、エアポート行きって書いてるバス停には、空港行きのバスは来なくて、で、周りの人が教えてくれて、もっと歩いてパゴダの近くの方に正しいバス停がありました。で、20分に1本バスが来るって聞いてたのに、行ってみたら次のバスは45分後だよって言われて、もうどうしてもフライトの時間に間に合わなかったので、結局グラブを呼びました。20円で移動できるはずが、まあ900円ぐらいになっちゃったんですけど、無事に到着できてよかったです。今回ミャンマーに来てみて、政治的な話は置いておいて、観光客として来るにはとても素晴らしい国だと思いました。とにかくミャンマーの人は本当に親切で、本当に優しいです。で、正直今回の旅行で行った他の国はもう観光客がいっぱいいて、ちょっと疲れてる部分もあったので、かなり落ち着くことができました。で、今から経由地のバンコクに行きます。ジェズバー、ミャンマー。バンコクを経由して日本に帰ってきました。で、1ヶ月以上日本を離れるのは初めてのことで、緊張もあったんですけど、今回行った国の方たち本当に優しくて、皆さんのおかげで本当に楽しい旅行になりました。ありがとうございました。また行きたいです。ありがとうございました。